逃げる時に見た風景っていうのが土ぼこりを上げる津波とかっていうのを見たっていう。こう土の下にこうやって降りていく感じですねって言ってて。国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様、こんにちは。本日は配信作品二重の街皇太子の歌を編むより小森遥監督と瀬尾夏美監督をお迎えしてお話を伺ってまいります。小森監督、瀬尾監督、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。日本では東北地方で2011年に、とても大きな震災があり、大きな被害をもたらしました。お二人は現地にお住まいになって制作をされているというふうな理解でよろしいでしょうか。正確に言うと、はい、2011年の時に、大学生だったんですが、はい、その後年に1年間くらいずっと通いながら、ボランティアをしながら通っていて、でその過程で語りを聞かせてもらったりとか風景の記録をするようになって、はい、でこれをもっとちゃんとやるにはどうしたらいいだろうというので2012年に陸前高田という、岩手県沿岸部、南の方の町なんですけれども、はい、津波で大きな被害に遭った町に、引っ越しまして、で3年間そこに引っ越して働きながら制作をしていって、でその後は、陸前高田から少し、また南の方に降りてきて、宮城県の仙台市という町の方で、暮らしながら今度は陸前高田にちょっと距離を取りながら、通って作品制作をしていて、今はそれぞれ別の町にいるんですけども、というような感じが正確です。どのようにして、共同制作といいますかね、共同監督をされているのかなというところをお伺いできますか。小森さんが映像作家で、はい、で私は文章を書いたり、あるいは場の設計をするワークショップを企画して現場を回していくような形なので、企画自体は2人で話し合いながら作っていって、でその現場をどうやって作っていくかなどは、私を中心に考えて回していって、でその場を小森さんが映像で記録をして、はい、そこから小森さんが映像編集していくっていう形です。なるほど。で今回の作品は4人の若者の目を通じて見ていくという構成をとっているわけですけれども、どのような経緯で着想されたんでしょうか。陸前高田という町は、津波で大きく被災をして、草っぱらのようになってしまった町跡というものがあって、人々はそこに通って花を手向けたりとか、その家の跡を片付けたりとかみたいな時間がしばらくあったんですけども、その後の3年くらいはもうものすごい土木工事、復興工事がありまして、町のシンボルだったような山もどんどん削って、その山の土を持ってきて、地面を12メートルかさ上げしてしまうというような工事だったんですね。で、その工事自体が結構町の人たちには2度目のショックというか喪失感がすごく強くあった時期でした。だけれども実際2017年にかさ上げ地がほぼ一部完成して、でそこに町ができると、人々は結構忙しくなって、家を建てたからローンを払わなきゃとか、お店を建てたから一生懸命やっていこうとか、津波の記憶であるとか、その前の町の記憶っていうのを語る機会っていうのが減ってきたっていうのがあったんですね。それが2017年、18年で震災から6、7年後のことだったんです。陸前高田の現地の人はそういうふうに変化があって、で一方で私たちが作品を日本の各地で発表していくと、震災の時何もできなくて悔しかったとか、今からでも何か関われることはないかって声を上げてくれる若い人たちが増えてきたなっていう印象があったんですね。震災当時小学生とか高校生くらいだった子たちがその場所に行きたいって今言ってくれて、で高田の人たちは喋る機会がなくなっているって思った時に、じゃあ彼らが出会えば、ここで語りが生まれて、それは体験が、人々に継承される初めの機会になるんじゃないかと思ったんですね。やっぱりその体験者も年を取るし、生活が忙しくなっていくときに、
他の人が関わって、自分たちも聞いたことは語ってみたい、誰かに伝えてみたい、自分で考えてみたいっていう人がもっと増えた方が私たちはいいなと思ってて、なので外から来る旅人たちに語りを、引き継いでいく。で、引き受けた彼らの葛藤も含めて表現していくっていう方が、もしかしたら広くいろんな人に伝わるんじゃないかと考えて企画しました。なるほど。まさにその4人の若者が聞いて伝えることの難しさみたいなものも映画で描かれているわけですけれども、この作品としてはかなりこの4人の若者に作品の行方を任せたというような部分もあるんですけれども、あの4人はどうやって選ばれたんでしょうか。全国から公募で出演者を募集するという形で募りました。で、50数名くらいの応募があった中で、オーディションして4人を選ばせてもらいました。オーディションではどのような部分が決め手となったんでしょう。まずそういう被災した地域に行きたいけれど行けなかったとか、何かそういう葛藤を自分の中で抱えている人たちであったのは4人とも共通していると思います。で、そういう中で朗読をしてもらったんですね。で、瀬尾が書いたテキストを読むってことを皆さんにしてもらったんですけれど、それは一人称語りのテキストになっていて、で、それを読むときに、私っていう一人称を自分になって読むというか、私として読むっていう風な読み方をあまりしなかった4人で。しなかった4人。そうなんです。その主人公になってしまわない距離感というか、でもすごい棒読みでもなく、なんかすごい近くにいる人にこれを聞かせているみたいな、なんかスッと自分の声で読んでくれたのがすごい印象的で、なんか彼らにこの二重の町って陸前高田で生まれた物語を声にしてもらいたいなというふうに思いました。なるほど。実際に彼らが話を聞きに行く相手などは、彼らに任せた感じだったんですが、どのようにしてそこは進んだんでしょうか。私たちがずっと陸前高田という町で、働いたりとか、友達になった人たちっていうのがいて、で、基本的には私たちがお願いしてという形なんですが、二重の町というお話が、彼らが向き合うテキストとしてあったんですけれども、これは、復興工事が激しかった2015年に私が書いたテキストで。もう映画の前にテキストは書かれてたわけですね。書いてました。かさ上げが終わって、津波から20年経った未来はどういう世界があるだろうというイメージをして書いたんですけれども、私は基本的に人に話を聞いて、で、そこから物語を作っていくので、その二重の町って春夏秋冬の4章になってるんですが、それぞれモデルがいるんですね。そのモデルの人にまず会いに行くというパターンもありましたし、あるいはそのモデルの人に近しい存在や、この人の友達とか、そういう形で、マッチングしていく。4人の旅人に春夏秋冬をそれぞれ4章任せていたので、そういうふうにコーディネートしています。なるほど。実際には2週間彼らは15日間滞在して、でもその彼らが訪ねた場所ってか、訪ねて話を聞いてるシーンってそれほど映画の中で多くないですよね。多分だからずっと彼らに密着してカメラも一緒に行ってたっていうことではないと理解したんですが、どうだったんでしょう。4人それぞれに同時に動いていたので、全部を撮影できなかったっていう状況もありますし、ただ、素材としてはそんなに少なくはなかったんですけど、話を聞いてる場面っていうのは。なんですけど、編集していく中で、聞いているとか、陸前高田の方たちがお話をしているっていう、その言葉ではなく、彼らが聞いた返答というか、そちらの反応を大事にしようと思って、どんどんそういうシーンを削っていきました。なるほど。とても彼らの語りが人から聞いた辛い話を伝えることがいかに難しいかっていうのも出てますし、難しさを噛み締めながら話しているのが印象的だったんですけれども、彼らの語りのシーンは撮っていて、
どうだったですか？撮影自体は、結構テイクを重ねていたり、あと、撮影の前に、もう少しその4人でそれぞれ聞いてきた話をお互いに聞いてもらうみたいな場面があったので、はい、その同じ話をしてはいるんですね、彼らにとっては。なので、そうなんですね。はい。あれが初めてパフォーマンスした場面ではないんですけれど、毎回毎回、やっぱり語ることが難しいというか、言いよどみだったり、何か自分の気持ちが動く言葉とか、まあそういうものがこう、想起されて、身体に現れるってことがあって、何かすごくこう語る言葉以上に何か伝わってくるものがあるなというふうには撮影していても感じて、まあ編集の中でもやっぱりそこを大事に見せようというふうに思って、まあとはいえその部分がどのくらい持つとか、なんていうんですかね、映画の中で生きるかはすごく難しかったので、そこはいろんなパターンを試しながらやっていきました。お二人はその映画を通じた若い人たちが話を聞いて伝えていくっていう一連の、行動を搬送なさっていて、なんか改めて気づかれたこととか、映画を通じて発見したことなどはありましたですか？そもそもそのワークショップを15日間滞在制作でやるっていうことをまず決めて、で、実はそのワークをどう進めていくかってあんまりその現場で決めていったことが多くて、で、最初の1週間はとにかくインプットをして、街の人に関わってもらうので、そこのスケジュールだけはちゃんと立ててたんですね。最初は、集団で聞きに行く。4人とかクルーも全部含めてみんなで聞こうっていうターンがあって、で、その後に、1人1対1で聞くっていう、まあ、そこで1個こうちょっとプレッシャーが一段変わる構成にしてるんですね。1対1で聞いてると、あ、僕しか聞いてない。あとは聞いてしまった。あと託されてしまったという感覚が芽生えるんですよね。それをじゃあどうしようっていう状態になった彼らを、まあ、どうやって支えていけるかっていうのが継承の取り組みの肝だなっていうのは思っていて、まず彼ら聞いてきて頭がパンパンになっているところをまあまずは私が聞いて、じゃあ一緒に整理しましょうって整理をして、でそこで結構テキストに起こして、でその起こしたテキストを、今度は4人で車座になって、旅人同士で報告し合うっていうターンがあるんです。で、ここで一個語りがこう整理されていて、で、その4人で話したことを、じゃあ今度はもっと未来に届けるためにどういう方法があるか。それで、じゃあカメラの先の誰かはわからないけれど、まあそれはあなたの友達かもしれない、近しい人かもしれない、あなたの子供かもしれない、未来に誰かに託すっていうので、シーンができて、で、そこまでできてきた先に、陸前高田の人たちに陸前高田で生まれた物語を読むっていう、最もプレッシャーの高いシーンが来るんですけども、でもその時点では14日経っているので、彼らは、自分の物語としてそれが語れるようになってくるんですね。私にとっておばあさんになった未来のお話ですって語ったり、私にとってはこっちの人に感情を移入して語りますとか、そこでだいぶ整理されてくるんですね。自分のポジションをこう精査していく過程を得て、彼らは自分なりにその街の物語を自分のこととして語れるようになっていくっていう、まあこれはかなりその魔法のような場だと思うんですね。継承の営みってこういうことなんだなって思って、震災であるとか災禍の語り、体験者がいることっていうのはやっぱり自分がどう関わっていいかってすごく悩むんだけれども、自分との接点を探しながらそれをやってみるしかないっていう時に、旅人として来た彼ら自身がやっぱりすごく尊重される必要があるんだなっていうことはすごく感じていて、旅人たちを支えてたのは陸前高田の語り手たちだったんですね。あんたたちが語んなきゃ誰が語るのって言ってくれるっていうことがあって、そういうことが意外とその社会において抜けているかもしれないなって感じていて、体験者の語りっていうのはものすごく大事なんですけれども、それをこう語り継いだりとか、それに関わりたいと思う、
ある種その今の社会だとこう無茶っていうか世間知らずだって怒られてしまうかもしれないけど、そうやって関わりたいって言ってくる彼らの方を支えるべきだと感じていて、それをこう戸惑いながらもやっている姿っていうことがやっぱり伝わるんだなっていうのは思ったし、例えばそれを見た人が、私は神戸で、震災の後に生まれた人間だけど、神戸のことを考えたく。神戸の震災というのは1995年にあった別の大震災ですね。そうですね。はい。であったり、あとは今その広島で被爆者3世の子たちがその映画を見て、私はどうやって祖母と関わっていくか迷ってきたけど、これがやりたいと思ったとか、出来事を超えてなんか伝播していく感じっていうのがすごく希望だなって思います。4人の旅人の若者たちは撮影前と撮影後で相当変わりましたか？変化はきっとそれぞれにあったと思いますし、この映画の最後のシーンは、陸前高田ではなく、大阪という町で終わるんですけれども。大阪は東京の西の方ですよね。西の方ですね。はい。2週間の中で変わったこととか気づいたことが、多分帰ってからその後の日常の中でそのことをこう噛み締めながら、彼らの体の中に陸前高田の経験がもう一層あって、それとどう向き合っていくかってことがこう続いていくっていう、そちらの方がなんか大事なんだろうなっていうふうに思っています。映画を見てくださった方たちにとってもそうであったらいいなと思うんですけど、その映画館を出た後とか、皆さんの生活の中でなんか並走できる部分がなんかあったらいいなというふうに思っています。お二人はこれからも現地でのドキュメンタリーは継続して作り続けていかれるんでしょうか？私たちは美術館で展覧会であるとか、本を作ったりとかいろんな方法でやっているので、どんな手法になるかはわからないけれど、この10年間の間に、ものすごく日本でも災害が増えていて、で豪雨災害であるとか、土砂災害、地震もたくさんの東日本大震災の後もすごくあって、それ世界中で多分増えている傾向があると思うんですけど、私たちこの3年間はずっと、宮城県の県南の福島県との県境にある丸森町っていう場所にも取材に行っていて、そこは土砂災害で、町が結構壊れてしまったんですね。報道にもなかなか載らないような小さな村落がなくなっていく状況があって、でそういう場所を取材していると、日本が高度経済成長期以降にやっぱり山を切り崩してきたとか、あとそのソーラーパネルを作って震災後により山を開発したとか、気候温暖化の問題で水が溢れやすくなってるとかで、いろんな来歴があって村が壊れていくっていうことを、取材でやっと理解してきて、象徴的な震災の後ろに小さな災害がたくさんあって、そういうものをまず見つめるべきだという視点と、やっぱりその災害の前のことをきちんと取材しないと未来につなげていけないんだっていうことを、やっとすごく感じるようになって、来年から陸前高田の津波の前のことをもっときっちり取材をしながら、その上でこの先にこの体験を語り継ぐ。そしてその先の未来をちゃんとどうしていきたいかっていうところをいろんな年代の人たちと一緒に話し合えるような機会を作りながら、その現場を元になんか作品を作っていけたらなっていうふうに思っています。小森遥監督、そして瀬尾夏美監督にお話を伺いました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。